皆さんこんにちは。村田治です。今日はですね、前回アップしましたマーコさんのライブの写真をまずここへ出してるんですけども、実はですね、前回アップした絵を描く前にですね、もう一枚描いていた絵があります。で、同じこの写真から描いたんですけれども、その絵を実はアップしようと最初思ったんですけど、ちょっと描き方が非常に複雑になってしまってですね、分かりにくいかなということで、再度描いた2枚目の絵がですね、この間アップしたものになります。最初に描いた方の絵について今日はちょっと説明をしたいと思います。途中どこで絵が複雑になってしまったのか、ご覧になってくださればわかると思います。その時も説明を加えたいと思います。それでは説明に入ります。最初何十枚か写真を座りながらですね、ライブ会場ですので、撮らせていただいたんですけれど、その中でこれを絵にしたいなというのが1枚2枚ぐらいありました。でその中の1枚がこれです。ただですね、これをそのままに描くとちょっとどうかなと思ったので、最初ですね、考えたことを写真をトリミングするということです。で皆さんもそうされてると思うんですけど、僕が今回考えてやった思考過程をですね、参考になればと思って言います。でどうしてもこのいらないものがいっぱい入ってますので、どうしようかなと考えながら、最初はですね、この辺こういう感じですか。でこれが前回アップした動画の絵になったトリミングの方法ですね。で1枚目の絵はですね、もっとアップにしたかったんですよ。で実はどうしたかというと、このぐらいかな、このぐらいの感じに、資料写真をトリミングして描きました。はい、この説明はですね、もう描いた後にしていますので、描いた動画を自分でもう一度見直して、説明しています。で、途中何をやったか2つ目なんですが、実は途中で絵を逆さまにして描いています。でこれはどういうことかというとですね、資料写真を見ながら、今回はかなり写実的に描いたので、いわゆる石膏デッサンみたいな感じで、リアルに描いたんですね。でもちろんっていうか、ちょっとトレースダウンしたりする人が最近多いんですけど、トレースダウンとかですね、したくなかった、もちろんしたくないので、石膏デッサンのように離れたところに資料写真を置いて、あたかも目の前にマーコさんがモデルをしてくださっているようなシチュエーションにして紙に、デッサンをしました。でそれで色をずっと塗りながらですね、ちょっとデッサンがここ狂ってるなと思うところが出てくるんですよね。で、要するに絵を逆さまに描くのはデッサンを直すということです。じゃあなぜ逆さまにしなきゃいけないのかということはですね、また絵を描いている時に説明しますけど、簡単に言うと頭の脳みそをリセットすると、ずっと見て描いているとちょっと狂いが分からなくなるので、一回資料写真を逆さまにして、紙の方も逆さまにして、本当に客観的にデッサンの狂いを直すというふうな時に使います。
はい、では、最後なんですけどね、塗った絵の具を一度落とす。で今回複雑になった原因が一番それですけど、全体、塗って出来上がりましたというタイミングで、どうも気に入らないよとことになってしまって、じゃあ水彩画の場合ほとんどやり直しが効かないんだけども、どうするのという時に思い切って、一度大きなハケで、絵の具を落としてもう一度やるということをやっています。で結果OK ということになりました。その辺の様子もあります。ぜひご覧ください。紙はホワイトワトソンを使っています。絵の具はウィンザー&ニュートンです。だいたいですね、普通に下書きした後水で濡らして大きな筆で、これ全体の色調を整えるために大きく塗っています。光の色というかウィンザーレッドとウィンザーオレンジを使っています。パレットがまだ古いタイプといったら変ですけど、前のパレットですね。あんまりですね細かく塗るんじゃなくて、この時はまだ一番下塗りですので、乾くとですね薄くなるので、あんまり気にせずにどんどん大まかな明度を捉えて塗っています。最初から細々と塗ってしまうとまとまりのない絵になりますので、今黒っぽい色を塗りましたが、ニュートラルグレーですねを塗りました。普通だったらあんまりグレーというか黒は使わないんですけども、今回思い切って黒色を使ってみたいなという考えで塗りましたが、ちょっとどうだったんですかね。ここでですね、ひっくり返してますね。左上の資料の方もひっくり返しました。逆さまにしました。ですね、頭っていうのはですね、どうしてもずっと見慣れていると、絵描く時間って長いですよね。何十分から何時間で、水彩画でも結構長いので、おかしなところがもう分からなくなってしまうです。で皆さんもそういう経験あるかと思いますが、一晩経って、できたと思って一晩経って翌朝見たら、ここおかしいじゃんっていうところがどうしても出てくるんですよね。それを一晩待たないでリセットするためにやることが逆さまにするということです。今回ですね、ちょっとかなり細かいところまで写実的に描いています。人物も、マーコさんという特定の方なので、なるべく描くんだったら似せてあげたいなと思いまして、デッサンを取りながら描いています。また普通の方向に変えました。濃いところをですねもう少し塗って、あと指なども形を整えながら塗って、リアルに描いてるときりなくリアルになってしまうのがちょっと気をつけなきゃいけないところですね。今回もちょっとそんな感じがします。で、この辺でOK っていうような気もしたんですね。しかしありきたりの絵になってしまった気がして、どうも心が落ち着きませんで、なんとか、もっとソフトな感じの方なので、そのマーコさんの雰囲気に合わない感じがしてですね、直したいなと思いました。で、大きめのハケですね、ハケに水をつけて、そんなに強くじゃないんですけど、絵の具が柔らかくなるぐらいの力加減で、特に紙のとこ、先ほどニュートラルグレーっていう、黒に近い色を塗ってしまった場所、ちょっと濃くなりすぎたかなと
いうことで、絵の具を取りました。これ一回乾かせて、そしてその上から薄くオレンジをうっすらと、これウィンザーオレンジです、かけています。で顔のところもかけました。あとちょっとレッドもウィンザーレッドもかけたと思います。で今度は全体が今度またコントラストがなくなりましたので、水筆で白いところを取りました。で細かいところですね、また全体のコントラストが狂いましたので直しました。ハケで大きく絵の具を落とした後にですね、また細かいところを調整しています。特にリフトアウトで水筆で絵の具を取りながら光っているところの絵の具を落としています。全体ちょっとソフトなパステルみたいな感じになってきて、雰囲気はいいなと思いながら描いています。またね、指のところちょっとまたやり直しになってしまいますが、細かくまたデッサンをしながらですね塗っています。先ほどの絵も仕上がりとしては悪くないんですけど、雰囲気ですよね。ただただリアルに描けばいいというものではなくて、どんな雰囲気の絵になるかっていうところが一番大事なところですから、だいたい仕上がりましたね。前回仕上がったと思った時に比べて全体がパステルっぽくなってソフトな感じになったと思います。ただですね、この全体を水で溶かすやり方、絵の具を取るやり方はですね、紙がホワイトワトソン以上のですね専門家用の紙じゃないと絵の具がもう全部流れてしまうので、最低でもホワイトワトソン、それからもっといいのはアルシュとかですね、その辺のちゃんと紙の表面の凸凹に絵の具が食い込んでいるという紙を使わないと、普通のスケッチブックとかですね、表面がツルツルの紙に描いたやつは、本当に全部消えてしまいますので、ハケでやった時それだけ注意してください。あと全体に、ぼんやりとしてしまいますので、絵が最終的に細かくですね、私がやったようにもう一度書き込んで絵を整えてください。いかがでしたでしょうか。今回ちょっと複雑な創作過程になりましたけれども、この中で少しでも参考にしていただく部分があれば幸いです。それではまたお会いしましょう。